こんにちは。今日はパラフィンワックスの添加剤について解説していきます。パラフィンワックスを詳しく解説した動画でも説明しましたが、実はパラフィンワックスはキャンドル専用に作られたものではありません。パラフィンワックスは口紅の材料や床のワックス、塗料のワックスなどにも混ぜて使われています。なのでキャンドルに使用するときは性質がキャンドルに適した安定したものになるように添加剤を混ぜて使用することが多いです。意外にもパラフィンだけでの状態で使用することは少ないのです。ではパラフィンワックスに何を混ぜて使用するのか、添加剤って何なのか、ここから説明をしていきます。キャンドルの基礎知識。ワックスの添加剤。添加剤とは主にステアリン酸やバイバーワックスのことを言います。パラフィンワックスに少量加えてキャンドル製作に適した配合に安定させます。キャンドル用のワックスとして売られているものの中にはステアリン酸がすでに添加してあります。キャンドル用としてそのまま使用することができる便利なワックスです。ではキャンドル製作でよく使うパラフィンワックスと添加剤の配合を見てみましょう。一番オーソドックスな組み合わせがパラフィンワックスとステアリン酸です。ステアリン酸は気泡除去の効果やひび割れを防ぐ効果があり、パラフィンワックスが安定するのにとても役立ちます。添加するときは 5% から 10% が一番よくやる配合です。また、ステアリン酸の融点がパラフィンワックス135とほぼ同じなのも安定しやすいポイントだと思います。次に便利な配合で私がよく使うのがパラフィンワックスにバイバーワックスを添加する配合です。バイバーワックスは添加専用のワックスで単体では使用しませんが、パラフィンワックスに 0.1 から 3% とごく少量配合するだけで絶大な効果があります。バイバーワックスの効果はステアリン酸とほぼ同じで、気泡の除去やひび割れを防いだりします。さらに香料を配合した時のダマを軽減してくれたりと、パラフィンワックスを安定させる役割があります。次によく使う配合はマイクロワックスを添加する方法です。マイクロワックスを 5% から 20% 程度配合すると少し粘り気が出て強度も増します。注ぎ入れるキャンドルのほか、手でこねて成形するときにもよく使う便利な配合です。マイクロワックスを 5% 添加した配合はステアリン酸を入れたときと同じで、気泡を除去したりひび割れを防いだりとパラフィンワックスを安定して使う効果があります。さらにパラフィンワックスにステアリン酸とマイクロワックスを一緒に配合する方法もあります。添加剤が多くなるとそれに応じてワックスのテクスチャーが変化してより強度が増したり粘り気が出たりします。作る作品に応じて配合を選んで使えるのもキャンドルを手作りする面白さだと思います。ではパラフィンワックスのみで使うときはどんなときでしょうか。まず仕上げの工程で使うディッピングという作業のときはパラフィンワックスのみを鍋に溶かして使用します。この時は他のワックスが混ざっているときれいに仕上がらないので、
必ずパラフィンワックスのみで行います。ディッピングはとてもコツのいる作業なので、別の動画で改めて詳しく解説します。もう一つは土台にするときに軽くホイップをして使うときです。この場合は土台として見えない部分で使うので、パラフィンワックスのみで簡単にホイップをして作ることがあります。そのまま注ぎ入れたりする作業の時やスイーツキャンドルを作る時など、ほとんどの場合でパラフィンワックスに何かの添加剤を配合して使っています。その配合がキャンドル作りでとても重要です。ワックスの特徴をつかんでくると、何を何%ぐらい入れたらいいのかだんだんとわかるようになります。ワックスの説明のレッスンでもう少し詳しくワックスについて説明をしていきたいと思います。本日もありがとうございました。また次のレッスンでお待ちしています。